皆さんこんにちは、のしおです。本日はですね、こちらのブレーキホースをですね、メッシュホースに変えていきます。メッシュホースというのはね、こういう感じの、カチッとブレーキが効くブレーキホースなんですけども、昔はね、街中のオートバイ屋さんに売ってましたね。今はなかなかバイク屋さんですぐ手に入るっていうことはなくて、カタログから選ぶ感じですね。本日はですね、このメッシュホースに変えるんですけども、必要なものは工具、ドライバー、あとレンチですね。当然、そしてブレーキフルードが必要になってきます。あとはブレーキを抜くためのホースですね。あとは、パーツクリーナーね。ブレーキフルードがどうしても少しこぼれますんで、ブレーキクリーナーが必要となります。あとはウエスですね。あと布のウエストがあればいいと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴よろしくお願いします。ブレーキの仕組みですけれども、レバーを握るとここにあるピストンがこれをね、中にある液を押してですね、下に、押された力がこう加わってですね、ピストンがギュッと動いてブレーキパッドがこれを挟み込むと、それでブレーキがかかる仕組みなんですね。で、今回変えるのはここのね、ゴムのホースなんですけども、これをですねステンメッシュに変えるとゴムの中で圧力が逃げるのを防いでですね、ブレーキがよりカチッと止まるといった感じになるそうです。あともう一個の目的としましては、ハンドルを変えたんですけども、その分ね、ハンドルが下に下がったので、純正のブレーキホースがこうやってたるんじゃってるんですよね。そういったのも、見た目もかっこ悪いんでね、かっこよくしていきます。今回買ったブレーキホースですけども、ハリケーンというところのメーカーから出てる長さ70センチのタイプです。純正ブレーキホースは83センチぐらいあったんで、約13センチ短いホースにしました。フィッティングはですね、グロムの場合は上下ともこの20度か30度曲がったタイプを使用します。それではちょっと開けてみましょう。まずですね、ここの中にブレーキのフルードが入ってますので、これを抜いていきます。まずはね、ドライバーで開けていきますよ。ここはね、しばらく開けてない車両は非常にネジが固まってる可能性があるので、慎重に外しましょう。私の場合はね、まだ新車なんでゆるゆるですね。簡単に緩みます。それではネジが外れましたので、蓋を開けてみます。蓋はね、こういった金属の蓋の中にですね、さらにゴムでこういったフルードを守っています。ちょっとね、このブレーキフルードですけども、金属につくとですね、金属を錆びさせる性質があるので、慎重にやっていきます。はい、今ね、ブレーキフルードがこの中にいっぱいありますので、簡単な方法はですね、注射器みたいなシリンジでブレーキフルードを抜くことですね。あとはウエスなんか突っ込んで吸い取ってもいいと思います。私の場合はですね、もういきなり下から全部抜いちゃおうと思ってます。ここにホースをつけて、これワンウェイバルブなんですけど、これ安い金魚の水中ポンプ用ですね。でそれを、フルードがたまる廃油入れに入れています。ここはですね、緩めると、ここが開いてですね、ブレーキフルードが排出されるようになっています。レンチサイズは 8mm ですね、このバイクの場合は。はい、ちょっとね、広角カメラなんでアングルが少しおかしいですけども、ここのブレーキフルードを下に排出していきます。ここを下を緩めてブレーキレバーを握っていくとですね、下ジョボジョボ出ていきます。もう全部抜くんで、ズボズボいってもう全部抜けましたね。もうブレーキホースの中は空気が入っていってます。
これをね後で抜くのが大変なんだ。綺麗にブレーキフルド、抜けました。下もね開けてももうほとんど出てきませんね。まあ今ブレーキがもうこう効かない状態ですね。フルードがなくてホースの中には空気だけなんでブレーキが効かないスカスカの状態です。それではですねここのブレーキホースをね取っていくんですけど、まあ当然ねこぼれるはずなんで、まあこういった感じで布でブレーキフルードをね、他に飛び散らないようにしますね。ネジはこのバイクの場合は 12mm ですね。あらカチカチすぎて緩みませんよ。困りましたね。まあここをプラハンでぶったたいてインパクトをかけちゃいますね。叩いてみます。緩みましたよ。それでは、ブレーキホースを外します。慎重に外しますよ。紙ウエスでも詰めておきます。はい、上側が外れました。それではですねあとは下側を外していきますね。同じようにね 12mm でこれを緩めてあげるとブレーキホースが外れます。緩みました。それではさっきのね、メッシュホース開けていきますよ。中に入ってるのはメッシュホースとあとはワッシャーですね。ワッシャーは新品にしていきますよ。まあ取り付けですけども下からでも上からでも構いませんよということで、こういうふうにね、まあ純正のボルト、これは今回使い回しをします。はい、仮組みができました。ここは25ニュートンと書いてありますので規定のトルクで締め付けします。25ニュートンにセットしたトルクレンチで締めます。はい、カチッていましたね。これで OK です。一応ねパーツクリーナーでねちょっときれいにしてブレーキフルードの攻撃性をなくしておきましょう。さあ上側も同じように留めていきます。上側も、ブレーキホースね取り付けました。出口のところをねエア抜きしやすいようにアクティブのこのブレーキブリーダー付きのやつに交換したんですけど、ここのネジがさ 13mm でさ締めづらかったね。12mm のままだったらいいんですけどね。ということで、今ブレーキホースがつきましたがブレーキフルードが入ってないので、ここにブレーキフルードを入れてですね、この中のホースが今空の空気の状態ですからブレーキフルードを充填していきます。それではまずねここの上にねブレーキフルードを入れていきましょう。まあ何のブレーキフルードでも問題ないんですけど、今回ディクセルのブレーキフルード .4 入れていきます。まあ1リッターありますのでもう相当長い年月使えると思うんですけれども、前回のブレーキフルードがですねどっか行方不明になってですね、今回このディクセルのブレーキフルードを買いました。エア抜き作業、やっていきます。今もうここにブレーキフルード、入れてますね。で下に
ブレーキオイルをですね、排出するように準備できています。ワンウェイバルブがついてますので、下を緩めてやってですね、あとはここ、ブレーキレバーをキコキコやれば、下にオイルが排出されるはずです。やってみます。今、下緩めてます。スカスカですね。空気が、そもそも、これ、どうでしょうか。この真ん中から地味に空気が出てきますよね。これをですね、もう何回もやって全部抜いていくわけです。わあ、大変ですね。これはスッカスカの状態です。ブレーキスカスカ。これは何も効いてませんね。いや、こんなんで下にブレーキフルードが送れるんでしょうか。甚だ心配で疑問です。ひたすらやっていきます。だいぶね、ブレーキフルードが減ってきましたね。補充しなきゃいけないですよ。どんどん補充して何回も空気を抜いていきます。少し硬くなってきましたが、まだそれでもふにゃふにゃですね。だいぶそれでもこんなにね、空気が出てくるんですよね。これをね、全部抜いてやらなきゃいけないんですよね。だいぶですね。ひたすらやっていきます。上からはほとんど、抜けなくなってきたので、あとはですね、このメッシュホースの下側からですね、抜きしていきますよ。下側はね、ここを開放してやるとですね、こう緩めると、ブレーキ握るとほら、出てくるでしょ。わ、めっちゃ出てくる、まだ。緩めてる状態です。こんなに出んの？上を補充しながら下を抜いていく。なかなか上下大変です。出てくんな。すっげえ出てくんな。当たるとこまでこんな感じですけど、あとはね、走ってみて、それからエア抜きもう一回ね、仕上げやりましょう。はい、こうね、キャップも締めをつけて、いろんなところをね、確認して終了になります。一番怖いのはですね、ブレーキフルードがどっかからよいしょ漏れないかってことですよね。こういうところですね。あとこういうところ、ここの緩み、その辺をね、ブレーキを何回か握ってみるとですね、漏れる場合はそこから滲んできます。その分ブレーキレバーが緩くなるんでわかると思います。このチェックだけしとけばですね、普通にエアが少し入ってたぐらいだったら特にね事故にはならないんですけど、ブレーキフルードが漏れちゃうってなるとね、握った時にそっちに力が逃げてしまいますので、ブレーキが効かないといったことになりますんで、これはね危ないですんで、やり方、この動画見て分かったっていう人はね、ぜひチャレンジしてみてください。自信がない人はね、お店に頼んだ方がいいですね。
あれまあ、ハリケーンのマークが上下逆になってしまいました。まあ、気にしない。あとはですね、純正のブレーキホースについていたこういったステーですけど、移植をしていきます。まあこの金属のステーはね、簡単に曲げれば取れるんですけど、これはね、カッターでこの辺切れ込み入れて外す感じですかね。カッターで切れ込み入れるとね、こうやって取れるね。いいね。よしよし。